懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2008年発売の金消し復刻版夢の超人タッグ編カナディアンマンをペイントします。白と赤を基調としたカラーリング。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。金消し復刻版夢の超人タッグ編、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この段は復刻版の第1弾。当時ものレギュラーサイズから厳選されたタッグ編決勝トーナメント出場の超人がそれぞれタッグチームで2体カプセルに入っているという設定のラインナップでした。復刻版は金型の関係で若干サイズが小さめ。当時ものレギュラーサイズではパート2でラインナップされたカナディアンマンの金消しの塗装前の様子です。バランスの取れたフォルムでそこそこしっかりしたサイズ感。多少の経年劣化はあるものの汚れ損傷などもほぼなし。多少の曲がり癖は加熱処理で補正をします。塗装後のレビューを先に。カナディアンマンはアニメカラーも原作カラーもほぼこのカラーリングイメージ。白赤で構成されたビビッドな彩色。色数が少ない分難しい色分けになりました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。レンジン漬け込みを一晩から2日して過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのゲームカラー、デッドホワイトを塗りました。よく下地作りに使っている濁りのない純白カラーです。下地の完全乾燥の後、目と目元の黒から色分け開始です。ゲームカラーのブラックです。口には濃い赤を使いました。ゲームカラーのスカーレットレッドです。そしてここからはひたすら白と赤の塗り分けになります。まずはモデルカラーのホワイトグレー。下地で入れた白よりは濃い、少しグレーがかったカラー。隠蔽力は強く、元々の下地も効いて、これでほぼ色が乗り切りました。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないようにシタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。塗料は水性アクリルのファレホを基本にシタデルカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。続いて赤です。ゲームカラーのブラッディレッド。鮮やかな赤カラーです。適度な粘性でとても扱いやすい。頭部や胸、大腿部などは細かい色分け箇所もありましたが、丁寧に色を重ねていきました。塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。筆で塗りに行くとムラになってしまいがちなので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。かかった時間は約40分の塗装でした。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。カナディアンマンはカナダ出身の正義超人で、身長265センチ、超人強度は100万パワーあります。カナダ国旗のカエデをシンボルに持つ怪力巨漢の超人。超人オリンピックではロビン・マスクと対戦しました。好きな言葉は剣道将来、スペシャルマンとビッグボンバーズというタッグチームを組みました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン金消し塗装復刻版の夢の超人タッグ編シリーズからカナディアンマンを鮮やかな赤と白の色分け、水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほど
よろしくお願いします。